はい、皆様こんにちは。私熱血園芸塾塾長の枝本でございます。今日はね、皆さん夏バテ対策、植物の夏の乗り越え方でございます。今日はですね、この夏をかなり暑い状態で乗り越える後の状態ですね。この状態はかなりやっぱりバテてるんですね。でそのバテてる状態をいかにして改善をしていく、やっぱり温度下がっていくんで、これから申し上げる対策をすることによってですよ、その後また再生していくんですね、植物はね。でそういうテクニックを多方面からね、今日はお伝えしたいと思っております。それではスタートです。それではね、夏バテとはどのような現象なのかということを確認していこうと思います。まず夏バテというのは、その植物の周りが非常に暑い高温環境になっているということがまず言えるわけです。でそれに伴って空気中の周りも暑いだけではなくて、プランターに直接光が当たっているという状態になるとですね、土の中の地温も非常に高くなっているということが容易に想像できます。そうすると地温が高いわけですから、根っこが傷む、水を何回もやったり、夜温になるとちょっと落ち着いてまた高温になるという、これを繰り返していきますから、根傷みが大きく生じているということが言えると思います。そして次に培土効果と書いてますけれども、特にその軽い培土の場合はですね、根っこが土を締めていきますので、培土が硬くなって硬化していると。培土がこう固まってるんで、プランターよりも圧縮しているわけです。そうすると水をやるとですね、こうは落ちずにですね、このように水が落ちていくと。そうすると実は水やったように見えて、しっかり根っこに水が行き届いていないというふうな状態も容易に考えられるということでございます。そして次に水切れと書いてますけれども、特に軽い培土の場合ですね、乾いて急いで水やるんで、乾いて一気に湿って、また乾いて一気に湿ると、このようなもう乱高下が繰り返されていく、そういう状態が容易に考えられるわけでございます。でこれがその要するに根っこの地下部環境の話ですけれども、こんだけ地下部がおかしくなると、今度は地上部に影響が出てくるということなんですね。地上部、もちろん葉っぱがしおれてですね、新鮮なみずみずしい葉っぱではなくなります。しわしわのよったですね、葉っぱになっていくと。そしてビヨーンと徒長してボーンと伸びてしまって葉っぱがしおれてると。こういう状態の中で水をやってるのにしっかりと根っこに水が行き届いていないという状態が生まれると。そうすると地上部は根っこが弱るわけですから、地上部の葉っぱがしわしわになっていくという、鮮度が維持できるはずがないですよね。そのように地下部から問題が起きて地上部に影響が出るわけです。これもう全て共通したことなんですね。このような全ての現象が重なってですね、夏バテというのは生じているということなんですよ。これを理解した上で夏バテという言葉を語るべきなんです、本来は。そういうことを皆さんはまず知っていただく必要があるかなと思うわけであります。夏バテが生じてしまっているという中でですね、対策でございますね。資材の活用、これはまた後で説明しますけれども、資材を活用する前にですね、一つある作業をしてあげるんですね。それは地上部で徒長してしまった葉っぱのピンチ、要するに剪定ですね、これをやっていくわけでございます。このように鉢がありまして、植物終わってると、夏を越した株というのはですね、もう横にこう広がってこうなってるケースの方が多いはずなんですね。本来こんもりとこうあるべきものがですね、横にも夏バテで広がってしまっている状態にあります。このまま放ってしまってまた秋を迎えてもですね、新芽は動かないんです。実は植物にもよるんですけれども、株元が10センチから15センチぐらいのとこで、しかも葉っぱのあるところの直上でですね、ピンチ切っていくわけですね。園芸用のハサミで切ると、そうするとですね、こういう状態になりますんですね。そうするとこの下の新芽がこうやって動き出すでしょ。でこれがまた葉っぱがこうついて、
花がどんどん咲いていきますね。そうすると再生するんですよ。これがピンチのやり方でございます。ピンチをすることによって実は根っこに刺激を与えているということを理解すべきなんです。要するに植物としては自分の殻がブチブチ切られてるわけですから、このままではまずいなと思うんですね。そうすると根っこが再生するんですよ。植物によっては断根処理といって根っこに直接刺激を与えてね、根っこを切るという方法もあるんですが、ちょっとそのプランター栽培の場合はですね、根っこの攻撃制限があって根っこの面積が少ないですが、それを切ってしまうとダメージを受けてね、逆に弱ってしまう可能性もあるから、あえて根っこに刺激を与えない、この地上部のピンチをするんですけどね。ただこれをやることによって根っこに刺激が加わって根っこが動くんですよ。これが非常に大事なことであります。要するに根っこが動くということは、そこで資材を使わないといけないわけですよ。資材を使って根っこが動いて、新芽が動いて株が回復すると、そのような流れになるということです。でここで出てくるこの活用する資材っていうのを今からお話ししたいと思います。この資材を先に使って流して植物体内の生命力を上げてから作業をする。作業をした後またこの資材を使うというですね、資材作業資材と、この3ステップをやるわけです。そうすると植物はみるみるうちに回復していきます。ということで今お話ししたですね、今度は資材の話になってくるわけです。でここにですね3商品を並べております。おなじみのリキダス、そしてリキダスの顆粒で、ここで出てくるストレスブロックでございます。この3つのですね資材を使っていくということになります。まずですね、この作業をする前の段階でやるというのは、これは即効性で植物の生命力をすぐに高めたいわけですが、実はこの一番初めに使う資材というのはリキダスでございます。これ倍率をですね見ていただきますとね、花苗野菜苗の植え付け時には1000倍と、そして活着後植え付け2週間後と、野菜は100倍、それで草花は200倍と書いてるんですけど、そして今申し上げたこのピンチを行いますと。そしてピンチを行った後どうするかというと、リキダス顆粒、これをばらまくのと同時にね、このストレスブロックを1000倍で与えると。でこのストレスブロックっていうのはバイオスメナント資材でございますから、植物に刺激を与えて、そして生命力を高めていく効果があると。で何よりもこれアミノ酸、これがですね非常にたくさん入っております。それからフルボ酸、腐植ですね、これも入ってますから、まさに植物が弱った時の改善資材としては画期的な資材になります。ですのでこのストレスブロックを1000倍でリキダス顆粒を規定量ばらまくと、これをすることによってですね、アミノ酸というのはですね保護するという効果もありますから、根っこを保護してですね、切った後の植物の成長を促していくということができるようになります。でこれをこのやった後ですね、リキダス顆粒とですねこのストレスブロック、これ今やりましたね。これで刺激を与えておいてです、大体これがですね直後ですね、そして根っこ動いてきてですね、その動いてくるのでこの 2,3 日後にですねハイポネックス原液、これは微粉ハイポネックスでも構いませんけれども、私はこの水溶性即効性を期待してますのでハイポネックス原液をここで使います。これをですね1000倍で与えると、このようなことができれば最高でございます。ピンチをする、2,3 日前にリキダスを与えて株の中の生命力を上げる、そしてピンチを行って、そしてすぐにリキダス顆粒規定量とステルスブロック、これを1000倍で与えると、そしてそのピンチした 2,3 日後にハイポネックス原液を1000倍で与えると、このようなステップを組むことによってね、この根っこが進むことによって地上部の脇芽の吹きがぐわっと良くなる。でそこで肥料分が必ず必要となるのでハイポネックス原液を与えるということによって芽がどんどん動いていきますので復活していきますね。その後もちろん芽が動くんで肥料も必要になりますから、液体肥料でやったりやってください。ただ夏場なんでちょっと温度も下がってくるんでね、やっぱり顆粒の肥料をですね
ばらまいていくというのも一つ手であります。基本的にはこのような今作業をしてあげるということによってね、夏越しした株の回復ができるようになるということになります。はい、皆さんね、今日の私のねお話いかがでございましたでしょうか。やっぱり植物っていうのは刺激を与えているということがすごく大事であるということを今日は理解してほしかったわけです。我々だってそうじゃないですか。例えば海外留学をしたらいろんなね見聞が広がってまた自分の人生観が変わったりする人もいるでしょう。何か違う環境に身を置くことによってね人っていうのは変わっていきますよね。植物も一緒でですね、やっぱり同じ状態を放っておいても動かないんですわ。暑さで弱ってしまってそのまま老化して弱って終わってしまう。そこで今申し上げたようなピンチをしてで資材を使っているこの刺激を与えてあげることによってまた動き出すんですよ。どうかですねこのちょっとした今の作業をですね夏越し後にやっていただいてね、皆さんの株を回復させていただきたい。これが今日私のテーマお話でございました。もしよろしければねグッドボタンいいね、チャンネル登録をお待ちをしてございます。本当に本日もありがとうございました。また次の機会にお会いいたしましょう。これにて、失礼いたします。誠にありがとうございました。Hyponics